お前ら3分で現場に来い。この男の助けを借りようとした俺がバカだった。先日の行動を俺は激しく後悔している。無理とは言わねえよな。もし来れなかったら契約終了だから。これまでもこの取引先社員には苦渋を飲まされてきた。こいつにはそろそろ制裁が必要なのかもしれない。俺は考えていた計画を実行に移すことにしたのだった。俺は山本博文、建設会社で働いている。現場作業は暑がりな俺にとって大変なことが多い。それでも街づくりの一端を担っているというやりがいは他の仕事では味わえないものだと思う。次から次へと新しい現場で働き場所を変えていく。その先で出会う人も様々だ。いい人もいれば当然逆もある。今回の現場はそういう意味で外れだったと言える。山本、少し進捗遅れてんじゃないの？今回の現場の元請け会社の社員、小川洋平は最近の若い現場責任者にしては珍しく高圧的だった。小川は俺よりも少し年下といった感じだろうか。同じくらいの年齢でここまで下請けを見下す社員はかえって印象的だった。この調子なら問題ないと思いますよ。俺がどんな返事を返しても山本にとってはどうでもいいのだろう。返ってくる答えはいつも同じだった。お前に何がわかるって言うんだよ。俺たちがいないと何もできないくせに。こんな態度の男でも元請け会社の社員なのだ。適当にあしらうこともできない。ため息をつきたい衝動に駆られていると俺の名前を呼ぶ声がした。山本さん、こんなところにいたんですか？早く現場に来てください。後輩の吉川が俺を探していたようだ。小川と話している間、現場では作業が止まっているに違いない。俺は小川に挨拶をして急いで現場に向かおうとした。こんな状況でも小川からねぎらいの言葉一つ返ってくることはない。じゃあね、この底辺建設会社。いつものように見下した言葉が返ってくるだけだった。ある朝、俺たちは現場事務所前で集合していた。しかし、いくら待っても小川の姿が見えない。電話をしても電源が入っていないようでつながらない。仕方なく事務所のドアに手をかけると鍵が開いていた。ずいぶん不用心だな。俺はゆっくりドアを開き、事務所の中に入る。すぐに一枚のメモが目に入った。そこには、朝礼はなし、今日は行けないから勝手に作業しておいてくれ、とメッセージが残してあった。こんなことをするのは小川だろうと予想ができた。そもそも朝礼について言及できるのは現場責任者である小川しかありえないからだ。俺は現場責任者がいない状況で作業を開始させるかどうか迷った。しかし今日の作業が遅れれば今後のスケジュールにも影響があるかもしれない。俺は仕方なくメモにあったように作業を開始した。そしてこの日小川が現場に来ることはなかった。翌日出社した途端小川に呼ばれた。どうせ昨日の作業のことだろう。案の定俺が事務所に入るなり腕を組んだ小川に言われた。今朝現場を見たんだけどさ、俺がいないのに勝手に作業を進めちゃって何してくれてんのかな。確かに自分で作業を開始しましたが、メモには作業していいと書いてありました。俺たちはそれに従っただけです。このメモのことか？小川はそのメモを指でつまんでひらひらさせている。ニヤニヤと不敵な笑みを浮かべて俺を見ながら、こんな誰が書いたかわからないメモに従ったっていうのか？こんなの俺が書いたかわからないじゃないか。しかし事実小川さんは昨日現場に来なかったじゃないですか。作業スケジュールに余裕はないって小川さんもご存知ですよね。どうして来なかったんです？そんなわめくなって仕方ないだろう。休養が入ったんだから。
それよりも重要なのは、お前たちが現場責任者の俺が不在なのに、勝手に判断を下し作業を進めてしまったことだよ。これは大問題だ。悔しいが、俺は何も言い返せなかった。確かに、あのメモが小川が書いたものだという証拠などない。俺の早合点だったと言われれば否定のしようがなかった。これでお前たちは俺に完全服従が決定した。いいか、今からお前たちは俺の手足になれ。その瞬間、小川がメモを破ってゴミ箱に捨てる。堂々と証拠隠滅を図ろうとするその行動に、俺は目を見張った。汚いぞ。そんなことでお互いいい仕事ができるとでも思っているのか？どうにも我慢できず、俺は不満を口に出してしまう。しまったと思った時にはもう遅く、小川は口元を歪めて笑った。そんな態度をとって無事で済むと思ってんのか？決めたわ。お前は会社ごと潰してやるよ。その日から小川の俺に対する当たりが強くなっていった。それは小川の宣言通り、俺個人の問題だけではなく、会社全体の問題になっていく。後日、小川が用があるというので、しぶしぶ俺は現場事務所に向かった。現場事務所には小川の姿しかない。嫌な予感がする。一体何を言われるというのか。そんなに身構えるなよ。俺が悪いことをしているみたいじゃないか。小川に呼び出された日は全く仕事にならない。今日はスケジュールにも余裕がない。できることなら現場で作業を進めたいという気持ちが表に出てしまっていたのかもしれない。こんなくだらない会話をしたいわけじゃないでしょ。早く要件を言ってください。俺もずいぶん嫌われたものだな。いい話だって言うのに。どうせ使いっ走りに決まっている。タバコが切れた。コーヒー買ってこいが関の山だ。しかし、この時の小川の要件は、俺の予想の斜め上を言っていた。実は、県から追加工事の相談があった。うちでやってもいいんだが、どうせならいつもお世話になっている山本さんへお願いしようと思うんだ。追加工事？まともな案件の話に驚いてしまった。安いけど予算もついてる。暇ならどうだ？確かに追加予算もあるようだが、これでは利益は期待できない。小川は手に余る工事を俺に振るつもりなんだ。こんな工事、誰が引き受けるものか。いえ、今回は遠慮します。別件の工事も近々入りますので。おっと、断ろうとしてもそうはいかないぞ。忘れたのか？あの一件以降、小川は都合の悪いことがあると、こうやって脅迫してくるのだ。俺は嫌でもこの案件を受けるしかなかった。わかりました。この案件、弊社で対応いたします。仕方ないんだ。俺は何度も自分に言い聞かせた。そうでもしないと、この感情を抑えられそうもない。工事に取り掛かるにあたって資材の手配をする必要がある。予算の金額を考慮しても、とにかく見積もりを取らなければいけなかった。俺は手当たり次第、仕入れ先に見積もり依頼をしていく。次々に返送されてくる見積もり結果を見ているだけで、頭が痛くなりそうだった。山本さんにお願いされていた資材の見積もり、すべて返答ありましたよ。ありがとう。すまないんだが、その中から一番安い見積もりを抜き出してくれ。小川に投げられた現場には時間の余裕がない。俺は後輩の吉川にも見積もり依頼を手伝ってもらっていた。吉川もだいぶ育ってきたし、これなら次はもっと任せても問題なさそうだ。そうこうしていると車が入ってくる音がした。現場の作業員が戻るにはまだ早い。誰か来たのかもしれないと思っていると、どんな調子だ？一生懸命に見積もりを取っていたみたいだが。こんな時に限って一番会いたくないやつがやってきた。とりあえず仕入れ先はほとんど決まりました。そうか、お前もなかなか忙しいだろうと思ってな。その資材なんだが、俺が代わりに発注しておいてやったぞ。はい？聞こえなかったのか？
これが資材の注文書だ。小川が俺に注文書を投げつけてきた。注文書を拾っていた吉川がすっとんきょうな声を上げた。どうしたんだ吉川。山本さん、ちょっとこれ。吉川が見せてくれた注文書には俺たちが見積もりを取っていた資材が書かれている。そのどれもがありえない金額になっていた。何を勝手なことを。俺は頼んでもいないのに。俺は親切心で送っているんだ。ありがたく受け取るのが筋じゃないか。それとも何か。お前は人の心ってもんがわからないっていうのか。資材の発注先は小川が懇意にしているお気に入りの仕入れ先だ。小川め、自分の取引先にいい顔をするためにここまでするなんて。請求はお前宛てに来るからな。しっかり払うんだぞ。小川はそれだけ言って帰っていった。俺は改めてあいつの置いていった注文書の金額を確認する。これでは利益は期待できない。それどころか。これどうするんですか？どうにかするしかないだろう。俺はため息をついて椅子に腰掛けた。どう考えても間違いなく赤字になってしまう。なんとかこの注文をキャンセルできないものか。翌日、俺は小川のもとを訪れた。どうやら小川は俺が来るのを予想していたようだ。俺を見てもにやけた表情を隠そうとしない。何しに来たんだ？底辺建設会社が。先日の注文品、キャンセルしてもらえませんか？このままだとあの現場は大赤字です。そうだな。よし、土下座したらキャンセルしてやろうか。この男に土下座するのか？いや、会社のためだ。俺の土下座一つで解決できるなら。そう自分に言い聞かせて、意を決して膝をつく。手をつき、頭を下げると、頭上からは盛大な笑い声が聞こえてきた。ははははは。マジで土下座するとか、笑えるな。俺は頭を下げたぞ。注文をキャンセルしてくれ。何がおかしいのか、小川は笑い続けている。なかなか見応えのある土下座だったな。理想の土下座の例として社員研修で使いたいくらいだ。おい、聞いているのか？なんだ、うるさいな。俺が土下座したら注文をキャンセルする約束だろう。俺が勢いに任せて声を荒げても、小川は涼しげな表情だ。こいつ、まさか。何の話だ？キャンセルなんて知らないな。小川、騙したのか？お前が勝手に期待して勘違いしたんだろ。ふざけるな。こんな面白いおもちゃ、簡単に手放すわけないだろ。最高の見せ物だったぞ、山本。俺は思いっきりデスクに拳を振り下ろした。ガツンと大きな音が響く。おっと、怖い怖い。デスク壊れてない？レンタルだから壊したら高いよ。許されるなら、この拳は小川に振り下ろしたかった。行き場のない気持ちを抱えたまま、俺は自分の持ち場へと戻ることにした。結局、小川の言いなりになるしかないのか。そう思うと悔しかった。工事も終了に近づいてきたある日、俺の会社が前もって進めていた案件が無事受注になった。しかしタイミングが悪い。人員に余裕がなかった。知り合いにあたってなんとか都合をつけてもらっていると、意外な男から声がかかった。人員を探しているそうじゃないか。俺が手伝ってやろうか。どこから聞いたのか知らないが、小川がやってきたのだ。もうじきこの男ともお別れだというのに飽きずに絡んでくる。あなたには関係ないことですので。くっくっく。まあそう言うなよ。これくらいの金額でどうだ。これだけ払ってくれれば俺たちが請け負うぞ。小川が出してきた金額は信じられないほど安かった。これまでの振る舞いからすると到底考えられない破格だ。俺は疑いの目で小川を見る。おいおい、今までお世話になったんだ。これくらいのサービスさせてくれよ。わかりました。本当にこの金額でいいなら
こちらからもお願いしたいくらいです。よろしく頼むわ。小川は気持ち悪いくらいに笑顔を浮かべている。これはきっと何か企んでいるに違いない。俺は施工スケジュールを組んでいった。もちろん小川の邪魔が入ってくることも計算に入れて。施工当日、俺が家で朝ごはんを食べているとスマホが鳴った。こんな朝早くに連絡を入れるなんて一体誰だろう。もしもし。おい、お前ら3分で現場に来い。無理なら契約終了。今までのすべてな。電話をかけてきた相手は小川だった。開口一番に無理難題を押し付けてくる。何を言っているんですか？無理です。そうか。なら仕方ないな。俺が言っていることは脅しじゃない。本当に契約はすべて終了だ。本当にこの男は最初から最後まであまりに身勝手だ。俺は我慢の限界を感じた。今の状況なら俺にだってチャンスがある。覚悟を決めると、俺はゆっくり息を吸い込んで口を開いた。では、そのようにしましょう。契約終了です。明日、泣かないでくださいね。俺はスマホから耳を離した。小川は何か言っているようだが、無視して通話を切る。さて、俺も準備を進めなければ。そして翌日、俺は会社に戻っていた。次の現場の用意もしなければならない。昨日の小川の一件からずっと忙しかった。気づくと玄関が騒がしい。来客のようだ。おい、山本、ここにいるんだろ？出てこい。騒いでいたのは小川だった。俺は玄関まで向かい、事務員を事務所に下げる。わざわざここまで来るなんて。申し訳ないですが、応接室には案内しませんよ。あなたはここで十分だ。俺だってここで十分だ。それよりもお前、今回のこと役所に報告したな。今回のことというのは？とぼけるな。俺がお前たちを顎で使っていたことだ。あるがままを伝えただけだ。現場事務所には監視カメラも設置していたからな。お前の今までの言動は全て録画済みだ。小川はブルブル震えている。すでに会社から厳しい追及をされているのか、相当焦っているようだった。忘れたのか？俺だってお前の弱みを握っているんだ。現場責任者もなしに作業を進めた日があっただろう。このことをチクってやる。お前も道連れだ。監視カメラの映像を自分で見返していないのか？映っているんだよ。あのメモを書いているお前の姿が。俺は昨日小川とのやりとりが終わった後、すぐに今までの出来事を上長に報告した。本音を言えば顛末書を書くのは嫌だったし、報告すれば何を言われるかわからない。それで今まで黙っていたが、黙っていても解決しないと心のどこかではずっと分かっていた。そんな俺の心情を察してくれたのか、会社はすぐに動いてくれた。幸い俺が勤めている会社と小川の会社の付き合いは短くない。監視カメラの映像の確認もすぐにやってくれた。お前には煮え湯を飲まされっぱなしだったが、それももう終わりだ。会社で処分を待つがいいさ。小川は予想外の展開に顔を青くしている。だが帰る様子がない。助けてくれ。今までのことはすべて謝るから、仕事を失うわけには。小川は俺に頭を下げてきた。しかし俺の怒りはこんなものでは収まらない。今まで散々好き放題して、そんなもので足りると思っているんですか？くっそ、わかったよ。小川はその場で膝を地面につけ土下座をした。あの時と立場が逆転した。この通りだ。だからお前から便宜を図ってほしい。俺が聞いた話だと、そもそも小川さんの解雇はもう決まっているらしいですよ。そんなバカな。お前騙したのか？あの時の仕返しは確かに大人げないと思う。だがここまでしないと俺の腹の虫は収まらなかった。騙したも何も勝手に誤解したんだろう。そもそもあなたから始まったんだ。
もう取引はないんだから早く帰ってくれ。なんで俺ばっかりこんな目に遭うんだ。同期はみんな昇進していい給料をもらっているっていうのに。少なくとも今回の件は自業自得だろ。一度自分の行動を見直してみたらどうだ。くっそくっそといつもこいつも口を揃えたように。小川はそう言い残して帰っていった。あの様子では処分も相当重いものになりそうだ。その後、小川は会社から懲戒解雇の処分が下された。他の現場でも同様の行いがあったらしく、下請け会社の現場を赤字にしていく横暴が発覚した。小川の会社は訴訟は避けられず、示談金で多額の損害が発生する。その結果、小川へ損害賠償請求がされることになった。この悪評が響いて、小川の再就職は厳しい状況が続いたらしい。拾ってくれたのはどこかの小さな建設会社なのだとか。つまり小川本人があれだけバカにしていた下請けに助けられたのだった。俺たちはあれからも現場を転々とする毎日だ。次回は大きな現場の下請けになることが決定している。これからも無事故無災害で頑張っていこう。